はい、それでは始めたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。これでいけるかな。はい、皆さん見えてますでしょうか。今日はですね、立ち止まって考えるのですね、一環として、開催されてますアフターコロナの観光、京都観光を中心にの第3回、ね、3回にわたって行われてますけれども、最終回になります。担当の講師は京都大学経済大学院の若林が行います。よろしくお願いいたします。で、今日のですね、狙いですけれども、最初に8月29日には、全国的な、あるいは京都の、統計をですね、中心にしてですね、新型コロナウイルスが経済や雇用や私たちの生活にですね、どのような影響を与えているのか、特に観光産業に与えるですね、影響ということについてですね、捉えるということを考えてまいりました。9月12日、第2回、前回の講義ではですね、これまでの京都観光の政策、そして動向の歴史を見ながらですね、特に近年問題になった、一応、括弧付きで言いたいところですけれども、オーバーツーリズム、括弧付きの観光郊外と呼ばれるようなですね、諸問題が発生し、それにどのように取り組むということをですね、近年進めてきたのかという、これまでの京都観光についてですね、取り上げてきました。そして今日はですね、これからの持続可能な京都観光の在り方を考えるということをテーマに未来についてですね、議論をしたいというふうに思います。ちょっとこれ画面共有ができてないという話なので、もう一遍やり直してみますね。これで見えてますかね。はい。これなら見えてるみたいですね。はい。で、本日の構成でございますけれども、前回の振り返りの後ですね、観光をめぐる重要な変化ということで、コロナのインパクトは何かということを改めて議論し、持続可能な観光という、これ持続ってありますね、可能が抜けてますね、可能な観光、そして短期、長期ということで、いくつかのトピックについてということでお話を進めてまいりたいと思います。また、後半質疑応答の時間を作りますので、ぜひ、YouTube ライブのですね、チャット欄にですね、コメント、感想や質問を書いていただきましたら、それを適宜ピックアップさせてですね、いただきながらですね、やり取りをするということで、共にですね、未来の観光の在り方ということについて、ぜひ考えてまいりたいものだと思っております。で、まず前回の振り返りでございますけれども、京都の観光政策振り返ってまいりました。で、もともとはですね、長期にわたる高度経済成長期、日本の戦後というのは、国内観光旅行が増大をしてですね、要するに中間層が増大する、高度経済成長で所得が増大して、世界中の、日本中のですね、人々が各地に旅行する。そしてその後少し時間をずらしてですね、海外旅行、日本人の海外旅行客というのもどんどん伸びていくというのがですね、傾向だったんですが、国内観光、京都観光に絞りますとですね、高度経済成長期後期以降ですね、長らく低迷をして、4000万人を超えない程度というぐらいの範囲に収まる状況になってました。このような状況を打破するということで、5000万人構想、この5000万人という数字が妥当かどうか、ね、その根拠は何かとかですね、いろんな議論もあったんですけれども、やはり京都の観光のこの閉塞状態、停滞状態、もちろん、日本中からですね、京都は観光の街だということで愛されてリピーターで来てましたから、現状維持でいいという見方もあり得たと思いますけれども、もっともっと可能性がある、もっともっと観光ということを武器にですね、
京都のさまざまな諸分野をね、経済、社会、ね、を発展させようと、こういう観点からですね、5000万人という数字を設定をして、そしてそれを達成するということの後ですね、当然もうすでに5000万人達成したぐらいから、秋のですね、行楽シーズンの時には、もう市バスに乗っても観光コース、ね、例えば206番とかですね、こういう清水寺を通りながらですね、東山上がっていくようなところはですね、もう全く動かなくなると、いうようなですね、状況などなど、やはり市民生活にも一時的ではあるわけですけれども、影響を与えるなどなどということもございましたので、そこからはですね、質を追求するということでですね、量から質へ転換して観光のサービスの質を高めていくということをですね、京都観光のテーマにするということで、さまざまな取り組みをしていました。今から見てもですね、本当に総合的で体系的である。市民にとっての観光、市民の理解を広げる努力というのも位置づけられてきていますし、環境への問題とかさまざまですね、トラブルに対する対応というのも取り上げられてきましたし、インターネットを活用するといったようなですね、観光におけるイノベーションのテーマについても取り上げてくるということで、総合的体系的でした。また、その時々の時代や環境に合わせた目的、目標というものを設定するという点でも優れたものでした。もちろん、それを超える、本当に想定を超える、国全体の施策もあります。世界経済のですね、大きなですね、成長というのもあってですね、近年のインバウンド観光客、これは日本だけで増えててって思うかもしれませんが、実は海外ではもっと多くの外国人、国際観光客を集めるところに成功しているところもありますので、日本も位置づけて取り組んでいますけれども、もっともっと可能性があるというふうにも見ていい、本当に数少ないですね、成長産業である。そして外国からですね、収入を得るということでですね、大きなですね、経済効果をもたらすと。いうようなことで、近年急速にインバウンド観光客が伸びてですね、そしてそれに対応して宿泊施設が急増するという状況の下でですね、やはり市民生活には大きな変化ですね、が起こりました。夜遅くになってもスーツケースをですね持って移動する人がいてですね、ちょっと住民が生活している住宅地のエリアでもですねうるさくなってきたとか、あるいは観光地のですね混雑がですねひどくなってきたとか、そういう問題もありました。したがってそういう問題にどう取り組むのかということで近年対策を強めてきた。したがってこれらを踏まえてこれからの京都観光をどう考えるかということでですね、昨年8月に発足して3月にまとめたんですけれども、京都市観光振興計画2025というのはですね、今日テーマにします持続可能な観光ということを中心に据えた議論をして、そのための、施策方向性といったものをですね、確認をしております。それでは今日の最初のですね、議論でございますけれども、観光をめぐる重要な変化、コロナのインパクトということでですね、順番に見ていきたいと思いますが、まずこれは第1回目の時に大きく取り上げましたので、資料等は改めて挙げませんけれども、本当に観光宿泊事業者、そして観光宿泊関係の従事者の経営や生活を直撃をしている。そのことによって廃業とか倒産ということで観光事業の担い手が減っていく。あるいは従業員のですね、解雇や離職によってですね、従事者が減っていくと。これは当然コロナの後、
観光客は戻ってきますので、その時に、質の高いですね、観光サービスを安定的に供給できるかという意味においてはですね、本当にこの観光を担い手の皆さんのこの悪化というのは大きなですね、やっぱり課題になるだろうと思います。2つ目にですね、観光地もですね、典型的には祇園祭とかですけれども、こういった伝統的な行事というものがですね、2年連続で開催できない。祇園祭そのものの宗教的な行事のところはやってはいるんですけれども、いわゆる山鉾巡行などのですね、ことはできてない。五山の送り火についてもですね、非常に小規模なものにですね、せざるを得ないなどなどですね、とにかく地域の社会の町内会とかそういったことの開催等もですね、地域の行事が開催できないことなどもあって、さらに弱くなるというようなことで、本当に地域の京都の各町衆、市民がですね、さまざまな行事や活動を支えてきましたけども、それの困難性というのも一挙に出てきて、もともと困難になってきたんですけどね、地域の高齢化が進む等々によってですね、京都の地域は伝統的には町内会等の、市民のですね、そういう町の活動、取り組みは結構積極的にやられていたと、責任持ってさまざま進められている、ね、地蔵盆などが取り組まれているというふうにですね、評価されてきてましたけれども、やはり歴史的にはどんどん担い手がいない、ね、活動が広がらない。っていうですね、参加が減っていくというようなことはありましたけど、コロナでそれがさらに加速をするというようなことも起こっています。一方でですね、コロナが大きく加速したもの、これもそれまでも確実に進みますよということで、インターネット、スマホ、AI、デジタルテクノロジーによって単に便利になるっていうだけじゃなくてですね、社会やビジネスが大きくトランスフォーメーション、変革、革命が起こっていくというようなですね、ことが加速する、本当に2年、3年ですね、一挙に進むぐらいの大きな変化が起こったというような指摘をする人もいたりしますね。例えば、リモートワークというのも、テレワークなかなか進まないと。もう例外的な事情があるときのみテレワークというようにですね、していたものに対して、緊急事態宣言等が首都圏などでですね、発出される中でですね、大企業を中心に50%の人は在宅で、でそのために反抗するためにわざわざ来るのはっていうので、一挙に脱反抗、反抗をなくすっていうですね、こともついでに課題として浮かび上がって一挙にですね、菅首相の下で、脱反抗というのも加速をしましたけども、このリモートワーク、その延長線でですね、東京に住むよりも首都圏の地方の方に移住するとかですね、あるいはもっと遠くに、もともともうテレワーク、リモートワークでいいのであればですね、淡路島とかですね、本当にそういうリゾート地といいますか、そういうところに移住してもいいんじゃないかというので、そういう新しい働き方、ライフスタイルなどといったようなものもですね、広がりました。また、会議もオンラインミーティングでいい。これまではですね、新幹線に乗って出張をする、飛行機に乗って国際会議に出ると。今後もその需要はあるでしょうけども、大幅に、もうそんなのはオンラインミーティングのですね、仕組みを使えばできるよねっていうことで、大幅にこのあたりは普及が広がってですね、もうみんなが当たり前に使う。じゃあちょっと Zoom で、あるいは Teams でね、話しますかみたいな話にですね、すぐなるような状況になりました。本当に電話のような存在まで広がりました。買い物もですね、ネットショッピング広がってきましたけれども、ネットで買う宅配でサービスしてもらうっていうことで、これも加速して広がりました。オンラインゲーム、動画配信サービスもこれまでも普及してましたけども、巣ごもり消費というですね、こともあってですね、これも大きく需要を伸ばしました。
まあ、法律の対応やですね、医療機関の対応等もあってですね、これは普及はちょっとしか進んでいないんですけども、オンライン診療ということで、お医者さんに行かなくてもですね、お医者さんに見てもらえるというようなサービスも広がりつつ、まだこちらはまだまだ課題があってですね、今後ちょっとどうなっていくのかなという感じではあります。オンライン教育は小中高はやっぱりなかなかタブレット等ですね、デジタルツールが普及していない。また家庭におけるですね、このネット環境が必ずしも整備されているとは限らないなどなどで、小中高では一部の先端的な取り組みをやっているところを除くと、なかなかオンラインではやっぱり教育は広がらないという状況、課題がありつつも、さまざまに取り組みが広がり、ギガスクールということで、1人1台のタブレットがなんとか昨年中にはですね、ほぼ配り終わるという、配っただけでも何も、ここから実際どんなサービス、どんな教育を展開するかではありますけどね。大学の方はですね、一挙にすべての授業がオンライン授業になるということでですね、大学のネット環境、ね、デジタルオンライン教育の提供する環境を整備をして、教員たちも慣れない中でですね、なんとか頑張ってですね、録画をするとか、インタラクティブなですね、講義をするだとか、チャットを使うだとか、いろんなやり方でですね、オンライン教育というのが広がりました。観光分野でもオンラインツーリズムということでですね、これもオンラインツーリズムもいろいろありますが、ビデオを見せるっていうだけでは、今までもあった観光旅行コンテンツに過ぎませんので、現地に旅行ガイドがいて、その旅行ガイドが歩きながら、そしてライブで質問を受けたらその質問に答えるとかしながらですね、まるで自分がその、旅行地、観光地を歩いているかのようにガイドのですね、とのやり取り、ガイドの見た状況をこう撮影しているビデオを見ながらですね、進めるみたいなオンラインツーリズム。あるいはゲストハウスなどですね、ユニークなホテル、宿泊施設等がですね、やっぱオンラインでの体験を提供するといったような、そういったオンラインツーリズムっていうのもあって、このオンラインっていうのが一挙に進むということが起こっています。で、これらはですね、広い意味では観光の DX が進むということですね。で、DX って何なのかっていうことですが、もともと最初に挙げたのは、このスウェーデンのストルターマン教授ですけども、これはありとあらゆる面で私たちの生活を変えるということを挙げてるんですけれども、近年はビジネス側に立ってですね、単にデジタルテクノロジーを使うというだけじゃなくて、ビジネスモデルが変わる。だからこれまでのビジネスの在り方そのものが DX によってですね、変わるんだと。単に今までのビジネスにデジタルテクノロジーを使ったというレベルではないっていうですね、議論になっています。で、DX で何が実現されるか、シンプルにはですね、まずコストが、ありとあらゆるオペレーションのコスト、コミュニケーションのコスト、ね、調整のコストなどがですね、下げることができる。いうのはオンラインにする、自動化する、AI を活用するなどなどがこういうのになります。2つ目はカスタマーエクスペリエンス。顧客の体験というものをですね、よりスマートな、よりですね、不便さといいますか、面倒くささというのがない。あるいは自分が本当に欲しいものがパッと見つかるみたいな、そういう AI その他によるサポート、ね、みたいな支援がですね、されるなどなどというようなカスタマーエクスペリエンス。そして最後にデジタルディスラプション。デジタルの登場で産業の在り方にですね、破壊的な動きが起こるということがですね、ありとあらゆる産業分野で起こっております。典型的には音楽業界がレコード、CD をですね、販売するというモデルだったのが、今はもうネット、そしてサブスクリプション、あるいは無料でですね、もう YouTube 等で見れる、それともライブの配信、ライブしかないのかみたいなですね、そういうふうに音楽業界のビジネスモデルは大きく変わっています。そういう中で、さまざまなですね、
デジタルコンテンツの二次利用を認めるなどなど、ファンとのつながりを広げていくというような形で、よく知られているように K-POP、BTS などはですね、このデジタルディスパプションが進む音楽業界の中で大きくグローバルに成功する事例にもなっていますよね。ということで、DX が影響を与えることにはこれらがあるわけですけれども、さらに産業が変わる、働き方が変わる、顧客との関係が変わる、新しいビジネスが生まれるというふうに、さまざまな領域で DX が広がるということが言われているので、DX って何ですかと言われても、あるいはどうしたらいいんですかと言われても、特定の業界、特定の企業でどのような問題、どのような方向でビジネスをやろうとするかという全体の構想力、ね、デザイン力、ミッションとかビジョンを持ってですね、臨んでいくという、そういう単に今の連続、ねの中であるようなものではない絵の描き方ができるかどうかが問われているんだろうと思います。あるいはデジタルディスラプションでビジネスモデルがどう変わるかというときにキーになる議論もいくつか挙げられています。で、観光の分野では観光事業者がどう変わるかということでですね、観光客との対応を変える、データ分析にする、そのデータ分析で価格をダイナミックプライシングということで動向に合わせてレベニューを増やせるように変動させる。ね、従業員の働き方とか、そういった点を合理化、スマートにする、サービスロボットを活用して置き換えていくなんていうことも可能になるでしょうし、観光地としてもですね、観光客をもうちゃんと登録されて、ずっと追っかけでやっていける。そうすると、観光客の行動データがリアルタイムに集まるのであれば、観光地での混雑や渋滞解決のための、情報提供というのも変わってくるだろうと思います。このようにして観光客とつながることで観光客の行動支援や変容、あるいはこんなとこ行ったら面白いですよという新たな刺激を与えるみたいな、そんな DX もあるだろうと思います。あるいは MARS、あるいはグリスロですね、グリーンスローツーリズムということで、交通環境をですね、スマートにする。特にスロー、モービルをですね、利用してゆっくりとですね、その観光地を快適に楽しんでもらうみたいな環境、エリア内のそういうツーリズムを広げるというのもあるでと思います。そして総合的に観光地を評価するためのデータの収集というプラットフォームの実現もあるだろうと思います。こんなふうに観光の DX を加速しないといけないっていうですね、ことがコロナでですね、もう明白に見えてきたと言えるだろうと思います。観光客もですね、やっぱ変わりつつあるんだと思います。一つはやはり倫理的な消費、ね、エシカル消費っていうことに対するやっぱり意識が広がりつつある。もちろんまだまだなんですよ。企業側がエシカルなですね、対応をしないといけない。企業の社会的責任が問われるというですね、議論はどんどん強まっていて、それと比べれば多くの消費者はまだ値段が安い方がいいとかですね、そういったことを重要な課題にしてないわけではありませんけれども、でもますます21世紀、私たち市民、消費者もですね、責任を持った消費者になる必要があるということでですね、これらの動きにですね、観光事業者や観光地がどう積極的にエシカル観光アピール、提起することで応えるかということが課題になるだろうと思います。2010年の時の計画でですね、旅の本質とはということで、やっぱり人に出会い、風景に出会い、心打たれる出来事に出会い、そして新たな自分自身に出会うというですね、こういうテーマを挙げました。まさにですね、やっぱり旅の本質というものがこの状況の中でどう問われるかということだろうと思います。この倫理的な消費という議論の中でもですね、グリーンの自然に優しい商品を買うとかの議論、社会に対する配慮の議論に合わせて、その地域をどう応援するか、地域とどうつながるかっていうことで、エシカル消費と観光、本当の旅行とは何かということを結びつけて、創造的に企画具体化することがですね、これから求められるテーマになるんだろうというふうに思っています。もう一つ、
大きなですね、変化としては、私たちは改めてこのコロナの中で健康であることというのは、もちろん肉体的に、身体的に健康であることは重要だけども、自分の精神が充実している。社会的にさまざまな人と交流をして支え合うような関係。これらがトータルで本当の意味でのウェルビーイング。総合的な議論としてですね、捉えるべきなんだということがですね、21世紀の大きな私たちが求める目標、ニーズになってきているんだろうと思います。そういう意味では身体的な健康というのはもちろん、精神的な健康、ね、充実感っていうものを持つ。人間が人間としてですね、やっぱり人間らしく生きていくというのは、もちろん経済的な生活、ね、十分な栄養とか休息だとかが取れているということが前提ではありますけども、やっぱりこの精神のウェルビーイングも重要で、ここでは地域、観光族とつながりを持つ、身体的運動とかね、新しいことを学ぶとか、他のものに与える、ね、そしてマインドフルネス。これらの要素っていうのは全て旅行の中に含まれている。旅行の中で展開される。旅行もまた精神的ウェルビーイングを実現する大きなプロセス、体験になるんだろうと思っております。そういうふうに考えればですね、ますますやっぱり観光旅行というのは単なる物見遊山ではなく、自己発見、自己回復、他者との関わり、探求というですね、人間性を回復させ高める体験であると、このような観点から観光事業者や観光地は積極的にウェルビーイングとつながる観光というものを生み出していかないといけないという課題があるんだろうと思います。これはこの、調査で言われば、これ世界を対象とした調査ですけども、世界の旅行者と日本の旅行者を対比させていますけれども、これによればですね、世界の旅行者の中で、宿泊施設がエコに配慮していると知ったら、その宿を予約する可能性が高いと答えたのが 70%。やっぱりホテルがですね、どうしてるかっていうのはやっぱチェックするようになってますよね。さらに、旅行中に使ったですね、お金は現地コミュニティにとかね、旅行中はサステナブルな行動を取る、違います。旅行中は現地の文化を代表するような本格的な体験をしたい。これも 68%、72% ということでですね、非常に過半数を超える人たちがサステナブルな旅行に対してですね、強い意向を持ち始めているということがこのことからも分かるだろうと思います。カーボンフットプリントですね、カーボンニュートラルを実現するためにですね、それを促進する仕組みとして、これを宿が提供してくれるなら、それを利用したいというですね、人も 56% ということで、本当にサステナブルっていうことについての理解が広がりつつあることが分かります。日本はおしなべてこの世界の旅行者の回答者と比較するとまだまだではありますが、これからのですね、2020年代の観光の展開の中では日本人旅行者でもこのような考えや行動というのは広がっていくだろうというふうに思われます。最後にですね、持続可能な社会をどう作っていくかというテーマですが、これはもう次のテーマに重なりますので、その時に合わせて議論をしたいと思います。持続可能な観光とはどういうことか。これは初回からですね、とりあえずということで、私は2つの側面があると、いう言い方をしています。これは一つの言い方で、そういう言い方しなくても説明はできるので、単なる一つの言い方に過ぎない面もあるんですけど、観光が持続可能であるということと、観光が持続可能な社会に貢献をする、ねというふうに2つに分けてですね、議論をしたい。途中からちょっと混ざっちゃう部分もあるので、きれいに分かれてるのかっていうツッコミはあり得るかもしれませんけどもね。まず観光が持続可能なものになるというためにはですね、当然観光をビジネス、経済活動だと捉えれば、観光客と
観光事業者が存在してないといけません。そしてそこで重要な観光資源を提供している場所が観光地であるとすれば、観光地もまたですね、持続可能な、観光が持続可能であるために重要な要素になりますので、この3つの要素、観光客、観光事業者、観光地、ね、この3つがですね、やはりちゃんと成り立つこと、この3つがですね、例えば観光客であれば、持続的に観光客が来ること。でまた来るためには当然、観光満足度が上がって、またリピーターで来ようみたいなのも広がってくるかもしれませんし、観光事業者も観光サービスを提供しないと観光は回りませんから、そのための宿泊施設や交通が整備され、それがビジネスと成り立つような事業収入や利益があるか、それらのサービスの担い手である従事者数、ね、この数がいるか、あるいは専門性、能力を持っているか、その人たちが働きがいを持ってですね、また生活の見通しを持ってやっていけるかということで、賃金、待遇や従業員満足度、そして観光地もですね、魅力ある観光資源が持続的に提供できるかということ、そのために地域経済にどういう効果がある、地域住民にどんなふうに理解されているかといったようなですね、これらがトータルで初めて観光が持続可能になるというふうに言うことが言えるだろうと思います。この点についてですね、2019年の12月に国立京都国際会議で国連観光文化京都会議というのが開かれています。この際にですね、京都市は京都モデルというものをですね、観光は文化と地域コミュニティの継承発展に向けて好循環を生み出すプロモーターにならないといけないということでですね、このような関係図を示すということを提起をしています。観光が文化や地域コミュニティにですね、プラスの影響を与えると。でまた文化や地域コミュニティが観光にですね、プラスに関わるというような関係です。京都観光振興計画2025ではですね、観光客が満足する、観光事業者が満足する、市民、地域が満足するっていうですね、この3つの三方よしのですね、ウィンウィンウィンの関係こそが、より持続可能な京都観光の基本的なモデル、イメージだというふうにですね、説明をしています。で、この点で見たときに、観光消費額は順調に伸ばしてます。やっぱり消費額が多いということは雇用も増えたり経済効果もですね、経済、さまざまな事業者や観光地、観光施設のですね、収入にもなりますし、ひいては税収増にもですね、つながるということになりますので、観光消費額が大きいというのが、非常に経済的には、ね、最も重視すべきですね、観光の目標、指標であり、これらが上がっていくことが地域をですね、支えていくためのベースになる、ねことになる。これは観光客が、特に日本人観光客が来ることでも起こりますし、外国人観光客の場合には、特に1人当たりの支出はさらに大きくなります。京都市民の年間消費支出額の、ね、55% に相当するというふうに試算されていますので、観光があることで、京都における消費というのが 1.5 倍になっているというふうなですね、大きな京都市は小さな町ではございません。150万都市ではございますが、こういう大きな都市であるにもかかわらずですね、多くの観光消費によってですね、支えられているということが分かります。その理由がこのインバウンド観光客が増えたということですよね。もうどんどん、ここ5年ぐらいの間に急増していることが分かります。ところがですね、やっぱり日本人の観光客数は、前減、微減です。修学旅行生数も厳しく、ちょっとですね、伸び悩んでる、あるいはちょっと減ってるってありますので、この国内向けの観光という点では人口の縮小、ね、少子化が進むということがありますので、
これが右肩上がりに増やすというのは、客観的に見て、マクロ的な状況で見て難しいわけではありますけども、こういう点では、国内の方はこのマイナス傾向をどう見るのか、その対策、充実が必要だろうと思います。日本人リピーターの訪問頻度もですね、やっぱりちょっとゆっくり観光できないっていうちょっとネガティブなイメージが広がってこともあって減ったということもありますので、これへの対策がとても大事であることが分かります。また宿泊施設が増えています。宿泊施設が本当に多すぎるのか多すぎないのかという議論はですね、なかなか難しくて、その時々の需要動向に応じて、ね、多すぎたり少なすぎたりするっていうふうに言うことができますし、結局キャパの問題なので、宿泊施設がなければ多くの需要を取り込むことはできない。他の地域の宿泊施設に、ね、特に大阪等にですね、とか東京等に出ていってしまうということを意味しますので、このあたりの評価は容易ではありませんけれども、急増しているということも、このことから分かります。次にですね、観光事業者のですね、議論、あるいは観光従事者にとっても、ここにありますように、観光が持続可能であるためには、いくつかの大きなテーマがあるだろうと思います。さらにですね、市民との関係でいうと、オーバーツーリズムということで、市民生活や自然環境、景観等に負の影響をもたらすみたいなことがあると、オーバーツーリズムだと。で、観光公害という言葉そのものは、実は以前、高度経済成長期に増えた時にも使われていた言葉ではあります。ただ、観光が悪者であるというような、私はレッテルを貼ることになりかねないので、観光の負の側面に注目するという意味では、とても適切なネーミングだとは思いますけれども、その観光そのものを悪者扱いするというふうになってしまうと、負の側面があるから、プラスの側面まで含めて、捨ててしまう、評価しないというようなことになりかねませんので、そのあたりのちょっと用語の使用法には注意をしたいというふうに思いますけれども、近年ですね、京都市の発展に観光が重要な役割を果たしているという点では一定の理解はあります。引き続き多くの方々に京都にとって観光がいかに重要な役割を果たしているかについての理解を広げるということが持続可能な京都観光の鍵の一つだと思いますけれども、同時にここにありますようにマイナスの経験を自分がした、あるいはマイナスの経験をした人がいるみたいなことがテレビ、新聞等で報道されるなどという、それで知ったというような方々というのがですね、一定数広がっていますので、これらの観光のマイナス問題についての対策が、やっぱり持続可能な観光、市民生活との調和という点でですね、対策が必要であるということが分かるだろうというふうに思います。ということで、この近年の観光についての問題群、これらをいかに解決するかということも、持続可能な京都観光の重要な、最重要な、当面の短期的な議論でいうと、コロナを明けたで、コロナ後にですね、この問題を繰り返すようでは、つまり観光客が戻ってきたときに、同じようにまたこれらの問題がですね、多く出てくるようではですね、観光行政としても、観光事業者としてもですね、観光地の皆さんにとってもですね、やっぱり何をやってたんだというですね、ことになろうかと思いますので、これらの問題が本当に短期的に解決をするべきですね、集中的に取り組むポイントだということが言えると思います。で、この持続可能な観光について UNWTO はどう言ってるかというと、旅行者、観光関連産業、自然環境、地域社会の需要を満たしつつ、経済面、社会面、環境面の影響も十分に考慮する観光ということで、これもまたバランスは取るんですよ。需要を満たすということで、取り上げながら、経済、社会、環境にマイナスの影響があるという場合はですね、それに対する対策をしっかりしないといけないと。そういう意味で、調和の取れた状況をどう作り出すかということをここでは挙げていると。
いうことが言えます。地域によっては本当に観光で貧困緩和に、貢献するということをテーマにしている、観光地もあったりもいたします。そういう意味で、文化の保全とか貧困緩和とかですね、本当に生物の多様性を保全するとか、それぞれの地域の観光地の、特徴、アイデンティティ、観光資源を大事にしながらですね、こういった点を具体化する必要があります。で、この UNWTO が5つの分野を挙げているんですけども、この持続可能な5つの分野、これちょうど右に挙げられている分野ですが、これらは SDGs にしっかり取り組むということと関連しているんだということが言われています。ということで、観光の持続可能性をマクロに考えるならば、観光が持続可能な社会にどう貢献するかということがテーマになるだろうと思います。その点では自然環境と社会文化というですね、両方のことが必要になるでしょう。自然環境ということであれば、当然カーボンニュートラル、気候変動問題、あと脱プラスチックっていうのも近年クローズアップされて、そこにもいろいろあります。それぞれの地域によっても課題もありますからね。また社会文化ということだと、地域の文化、芸能、工芸、行事などですね、そういったものをどう保全して継承していくか、そして国際交流、異文化体験による相互理解というのをどう広げるか、そして地域住民の理解や参加、地域アイデンティティ、地域の人たちが観光に関わることで、いかにですね、地域に対する誇りを持って、いうふうに、あるいは人間的にですね、豊かな生活をですね、送るようになるといったようなこともまたここに関わってくることだろうと思います。一例だけ挙げましょう。この6月に国会でプラスチックに関わる資源循環の促進に関する法律、脱プラ法案がですね、可決成立をしています。で、ここでは特定プラスチック使用製品ということで、使い捨てのですね、プラ製品、事業者がですね、利用者に対して無償で提供するもの。例えば、宿泊施設なんかだとフォークとかスプーンとかですね、ストローとかありますけども、マドラーとかですね、こういったものをいかに減らすかということをですね、どう進めるかということもまた挙げられていたりもしますね。また、レスポンシブルツーリズムという議論もこの中で出てきます。これはですね、やっぱり観光に関わるすべての人がその土地の環境や文化などに与える影響に責任を持つべきだというもので、サステナブルツーリズムと同じじゃないのと思ったりもしますが、実は観光客も責任を持つっていうことにですね、結構力点を置いてる点がこの考え方の特徴でですね、特にハワイ州の取り組みが特に有名です。ハワイ州ではですね、このレスポンシブルツーリズムっていうことについて、多言語で、世界中からハワイに訪れる人向けにですね、観光客に訴えています。特にこのボノトラベラーということですね。ボノというのはハワイの言葉で善良性とか親切心とか真心とか、などなどの意味があるわけですけども、まさに正しい旅行者というですね、ものになってほしいということを呼びかけて、具体的にはこの5つについて事前に学習して、ハワイに来たら海洋動物に出会ってもむやみに近づかないなどなどですね、ご協力をお願いしたいということをですね、挙げていたりします。最後にいくつかトピックを挙げたいと思いますが、ちょっと時間切れでいくつかはちょっと省いています。まず、浮遊旅行層ですけども、京都大学経営管理大学院のですね、学生だった、今も卒業してますけども、遠藤百合子さんのですね、研究の一部をご紹介しますと、富裕層をやっぱり重視することが一つの観光の、富裕層だけを重視したらいいと主張しているわけじゃありませんけども、富裕層向けの旅行というのがまだまだ伸びる、まだまだ弱いという点でですね、これを伸ばすことが観光消費額というものを上げていく上でですね、決定的に重要だろうということで、この富裕層の定義をですね、しても世界中に実はかなりの人数いてですね、まだまだ日本にもっともっと来てもらうということでですね、
努力や課題、あるいは伸びる余地があるって見るべきです。じゃあどうやったら来てくれるのかということで、冬旅行サービス、ホテルとか DMC とかですね、ガイドとかエージェントなど29事業者、国内外の29事業者にヒアリングをしました。このヒアリングの結果分かったのは、旅行全体の中でホテルとガイドが重要で、ホテルでは実はハードが重要で、ホテルの評価では、やっぱり海外の有名なこのラグジュアリーホテルのこのブランドでなければならないっていうですね、こういうふうな点が明らかになっていて、日本でのユニークな体験をアピールするんじゃないのとか、おもてなしが重要じゃないのとか、日本の旅館とかホテルとかの有名なですね、ところでも頑張れるんじゃないのというふうに思っていたんですけども、やっぱり冬旅行者はですね、それとは異なるものがあったということが明らかになっていてですね、今、国も日本の各地に富裕層向けの世界的なホテルをですね、どう誘致するかみたいなことをテーマにしています。京都でも多くのそういうホテルが最近もですね、いくつか展開されていますけども、やはりこれらがですね、富裕旅行者により来ていただく、より満足していただくというために、もう必須条件だということが、この調査研究からも明らかだろうと思います。続きまして、もう一つの論点がスマートなツーリズム。ここではデジタル活用を挙げているんですが、さまざまな本当にこのデジタルを活用して新しい観光というものをどう実現するのか、これはもうスタートアップとも提携しながら、さまざまな社会実験が必要なんだろうと思います。そしてスマートなツーリズムというのは何でもかんでもスマートにすると言いたいわけじゃなくて、これは変な言い方ですが、スマートではない。旅っていうのは驚きが起こる。ね。自分を揺さぶるような体験もあったりするという意味では、決してスマートではない体験ということだと思うんですね。そういったこともできるようなツーリズムをどうデザインするか、そのためにフォーカスするために、この旅の本質にフォーカスするために、デジタルを使ったスマートなツーリズム環境をサポートするというふうに言ってもいいかもしれません。そのためには観光場所を選択したり、観光関連の予約をしたり、観光関連情報を提供したり、交通利用をスマートにしたり、観光体験をスマートにしたり、観光体験のシェアをスマートにしたりというふうに、さまざまなところでのスマートっていうのがですね、デジタル活用が求められていると思います。この点では経済産業省がスマートリゾートハンドブックということで、これからの観光はデジタルを活用したスマートリゾートであるべきだというようなコンセプトを打ち出していて、具体的にですね、こんなサービスが国内外でですね、展開されてますよという事例が多く載っています。混雑予測コントロールのためにですね、ID カードみたいなのを発行しているコペンハーゲンのケースとか、あるいはグリスロですね、小型電動モビリティを提供して、地域エリア内でのですね、スマートな移動をサポートするとかなどなどがですね、具体的に紹介をされています。さらには MARS ね、本当にワンストップショッピングでさまざまな交通系のですね、情報を提供してスマートな交通移動を保障するとか、それらを含めてですね、観光体験、ショッピング、その他宿などの体験をすべて一元化して提供できるような、そういうアプリとかポータルとかですね、提供して、裏ではですね、さまざまな情報がデータプラットフォームとしてつながっているといったようなものをですね、挙げています。最後に評価指標によるマネジメントです。これまでですね、5000万人という後はですね、質に追求するということで、直近の2020の観光振興計画では、観光消費額、外国人宿泊客数、再来訪以降等をですね、数値目標としましたけど、これらは観光を成長させるっていうですね、ことに力をですね、入れていてですね、総合的に持続可能な観光としてどうなのかになってなかったんですね。
で、京都観光振興計画2025マネジメント会議の第1回というのが私を委員長に9月7日に開かれて、この新しい指標作りの検討を開始をしています。その時にも発言しましたけれども、持続可能な京都観光を評価できるような健康診断のような総合的で体系的な評価指標を持つ。そういう意味では今はですね、今まであまりやったことがないことですから、すぐ数値目標にするというよりも、まず健康診断データを取って、それの経年のですね、変化を見る、あるいは他都市との比較をするなどして、その一部を数値目標にしてしっかりコントロールをするというような形での評価指標の体系化が必要だろうというふうに思います。この点ではですね、国際的には GSTC、グローバルサステナブルツーリズム協議会というのが評価指標を体系的に提案しています。それを受けて観光庁は日本版の持続可能な観光ガイドラインということでですね、観光を評価する指標を提供しています。例えばこのグローバルの方ではですね、4つの分野、持続可能マネジメント、社会経済のサステナビリティ、文化的なサステナビリティ、環境のサステナビリティ、4つの点で、合計38の大項目、174の小項目で、それぞれどうかという点でこうチェックをしていくというような形での、チェック表に近いんですけどもね、こういった目標や計画や取り組みをちゃんとやっているか、それを公表しているかというようなことを評価する枠組みを持っています。このようにですね、評価指標を総合的、体系的に作っていくということもですね、持続可能な京都観光を進める上ですごく重要なことだろうかと思います。以上でですね、いくつかこれからの、京都観光を考えた上で、持続可能な京都観光を進める上での、ことについても取り上げてみました。これでですね、以上で一応第3回の私の問題提起、時間もあまりなくなってきましたので、ここで、終わりにさせていただいて、質疑応答に入らせていただきたいと思います。感想や、質問ございましたら、チャット欄の方にですね、ご記入いただきますようよろしくお願いいたします。それでは、まず一つ目取り上げたいと思います。京都には伝統、歴史あるですね、芸術文化が豊かにありますが、観光客がそれらに触れる際にどのような視点から観光ビジネスを選べば、自らが楽しく地球にもサステナブルな旅ができるでしょうかとありますね。まさにですね、こういう情報を観光地、そして観光事業者で、さらにはですね、観光客からのフィードバックを得ながら、こう提供できるような、そういうサービス、これまさにスタートアップがサステナブルな京都観光の提案みたいなものをしていく、そういうようなものと、観光事業者、観光地がタイアップをして提案をしていくというような形でですね、どうあるべきかということについて次々とこう企画しデザインし、そして観光客に参加してもらう、みたいなですね、そういう取り組みをさまざまな観光に関わる、ね、あるいはこの伝統歴史ある芸術文化を提供するですね、人たちですね、もうですね、新たなこのサステナブルな持続可能なこの提供をどうするか、そして観光客等のですね、参加利用によって、この伝統歴史ある芸術文化、京都の芸術文化、芸能その他がですね、持続可能になるようにクラウドファンディングなどなどですね、さまざまどうご協力をしてもらえるか、このあたりはまだまだ始まったばかりでですね、一部の取り組みしかないだろうというふうに思いますので、これから作っていくべきことですし、自分たちで工夫し、自分たちでアピールし、そして観光客、市民からのフィードバック、意見を得ながらですね、進めていく。本当にこれは21世紀の、観光のですね、中心的なこれからのテーマだというふうに思います。具体例っていうことで言うと何がいいんでしょうね。
まだまだこれからですけれども、例えばですけど、京都市観光協会等はまだまだこれからさらに新しい取り組みを議論していくことになろうかと思いますけれども、やっぱり観光地での混雑、渋滞というものがですね、観光地での市民生活にも影響を与えますが、同時に観光客にとっても旅の本質、満足ある、ね、充実した観光体験にならないというようなことがありますから、やっぱりそれらをいかに避けることができるかという点で、ここ1、2年のですね、観光客の動向の過去データをですね、活用して、それをですね、お示しすることで観光客の行動、ね、の意思決定に影響を与えるみたいなですね、取り組みなどもされていました。これからはですね、さまざま観光地にあるですね、さまざまなこのカメラ等で、人流、人の人数を携帯の電話とか、あるいはその現地のカメラ等でですね、リアルタイムに追うことができれば、そのことによって、混雑度指数みたいなのをですね、リアルタイムに出すことで誘導するといったこともできるでしょうし、さらにもし ID 化をですね、コペンハーゲンのようにできれば、いつどこに誰がっていうような情報も一定程度取れるようになっていけばですね、そういう観光行動のパターンを分析もして、さまざまなだったらこういう行動したらどうですかというように観光のルートについてのですね、提案をするというようなサービスも展開できるようになるかもしれません。このように、京都市の観光協会、京都の DMO にとってもですね、これからの、本当にこれからの10年間、さまざまなスタートアップとかとも提携しながら、新しいサービスの開発が求められている分野だろうと思います。2つ目のご質問ありがとうございます。富裕旅行者がグローバルブランドのホテルを好むということはいつもの状態の方がストレスが少ないということだと思います。でもそれって新しい出会いを求める云々と違うんじゃないですかとあるんですかね。これはね、組み合わせです。つまり、新しい体験はしたいんです。でもそのためにはいつでも帰れる安全な自分の心落ち着く、やっぱお家がある。いいですか？お家があるから冒険に出られる。港があるから船は出られるという議論なんですね。そういうふうに考えれば、やっぱりグローバルブランドのホテルに帰れば、ね、いろいろあってもですね、いつもの自分を大事にしてくれる、自分の好みのワインがいつも用意されてるとか、自分の好みのね、枕がいつもセットされてるとかですね、そういうね、あるいはちょっとパッと思いついたわがままといいますか、わがままではないんでしょうけども、ちょっと思いついたことにですね、ホテルのスタッフが、対応してくれる。マスカレードナイトっていうですね、新しい映画上映始まりましたが、そこでも繰り返し、コンシェルジュが無理ですとは言わないのがホテルマンなんですと、ホテルのスタッフなんですと、繰り返し言ってですね、言いましたけどもね、そういうことが言えるところが一方であって、それで驚きのある場所みたいなものにも挑戦をしていくと、そんなバランスで両方の体験を求めているんだと思いますね。3つ目、浅い文化体験。深い文化体験のような訪問者の側の旅行達成度のような指標もあるのでしょうか。これ面白いですね。ぜひ持ち帰ってですね、京都市の関係者とも議論したいと思いますが、あくまでもこれ本当に内面の問題ではありますよね。これまではですね、満足度とか、あと驚きがありましたかみたいな調査は実は追っかけています。それらでですね、ことを通じて、ある程度は同じようなことを終えるかもしれませんが、あくまでもこれ内面の問題ですよね。その人にとってどれだけの充実した自分の内面に関わるような観光だったのかということを問うような、そんな調査、ね、これは確かにとても大事なテーマだろうというふうに思いますね。ありがとうございます。観光指標についてはこれからさらに議論をしていくことになりますので、ぜひいろいろご意見あればですね、お聞きしたいなとも思います。
さて、最後に、ね、なるのかな、もうちょっと出るのかな、次いきます。4つ目、外国人観光客数が右肩上がりだったときに、京都にはたくさんのゲストハウス等の安宿ができました。富裕層を取り込む方針の中でどのような振る舞いが求められていると思いますかですけど、私自身はね、観光客はさまざまな、ね、人たちがいて、先ほど富裕層に注目したのは、富裕層は世界中に、これはいいことかどうかって議論の余地がありますけど、世界中で日本もそうですけど、二極化が起こってるんですね。やっぱ格差社会はやや広がってるんですね。大きくかどうかっていうのは国によって違いますけども。ですので、富裕層っていうのは結構なボリュームで人数で、ね、います。で、その富裕層の人が求める観光は普通の観光とは違うので、それ相応のしつらいをすれば、しっかりと1回の観光旅行で100万、200万、500万というお金をですね、落としてくれるっていうですね、そういう観光が提供できる。これはもうビジネスチャンスですから、またそれはその観光地に対する経済社会効果も大きいもんですから、ぜひぜひですね、重視すべきポイントだと言ってます。だからといってですね、LCC で来るような、ね、中間層でも最近ようやくね、海外旅行初めて行けたみたいな人たちをですね、排除するとかいうことを言ってるわけではありませんし、また、今のエコツーリズム、サステナブルツーリズムの議論で言うと、一定の所得がある人でも、いかにリーズナブルな、ね、ゲストハウスとか利用して地域の人とかとのフレンドリーなですね、旅行を楽しむっていうね、バックパッカーのようなものが昔ありましたけども、そういう流れの、ツーリスト、旅行客もいるわけですが、これはもう住み分けそれぞれです。ゲストハウスでラグジュアリーな対応をしようっていうのは、よっぽどユニークなしつらいをすれば不可能とは言いませんけど、これは客層が違うので、別々かなというふうにも思ったりもいたします。もちろん、ある種のデザイナーハウス、本当にそのゲストハウス等で、ここしか体験できないような面白いものをするとなれば、外国チェーンのですね、ホテルに泊まりながら1泊だけね、このゲストハウスにも泊まってもらうみたいな、そんなような泊まり方みたいな形で連携するみたいな、そんな特別な体験をデザインできればチャンスもあるかもしれませんけどね。でも一応別かなと思ったりもいたします。次に最後にしましょうか。京都の歴史と持続可能のスパンの設定は一致するのだろうかっていうのは一致しませんね。だって京都はここまでの歴史が続いてきたのは、別に京都の2000年後の、あるいはね、平安人のから言うと、1200年、1300年の絵図を描いた人がいたからそうなったわけじゃなくて、その時々に京都に生きる人たち、あるいは京都に関心を持つ、ね、思いを持つ人たちが京都のこれからについて悩む。京都のこれまでに対して敬意の念を表し、場合によってはもう恐れ多くもって感じですよね。という気持ちを持って、京都を受け止め、京都の未来をつなぐということをやっぱり進めてきたからだろうと思います。これは今に生きる私たちのまさにレスポンシブル、責任あるですね、関わりが求められる領域になります。ですので、ここで100年後とか1000年後っていうことをもちろん議論する人いてもいいです。哲学家、思想家、ね、宗教家は100年後、1000年後を語るみたいなビジョンもぜひですね、ご提言していただいてもと思いますけども、ビジネスとか社会をデザインするっていう議論で言えば、30年後、50年後をちょっと見通しながら、10年後に向けた具体的な取り組みをどう考えるかということですので、現在、10年計画の前半5年という位置づけになってますけども、この京都市観光振興計画2025というのは、そういう位置づけになっています。ちょっとコロナで直近の問題への対応、あるいはオーバーツーリズムということで、まず負の問題にしっかり目を向ける必要があるということで、10年後、30年後、50年後というですね、ところにはまだまだ本格的に手がつけられてないようには思いますけれどもね、そんなふうにさまざまな人たちがさまざまなスパンで議論をしていただければいいだろうというふうに思って
おります。それでは以上で3回にわたって本当にこの日曜日ですね、お付き合いいただきありがとうございました。アフターコロナの観光を京都がどのように進めるのか、これは京都だけではなくて世界中の観光地の課題であると同時に、観光がいかに豊かな人類社会、豊かな未来にちゃんと貢献、責任を持っていくのかというテーマで、京都もまたその代表模範としてですね、先駆者、パイオニアとして挑戦をしていくことが必要だろうと思います。私も、共に考えながら進みたいと思いますので、皆さんも今後ともですね、そういった視点で未来に向けてということで、考え、行動をしていただくことをですね、お願いをしまして、今日の3回目の立ち止まって考えるアフターコロナの観光ですね、終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。